皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。アストルのローブ背中の他では見ないゲルドマーク。あれに似たものは時岡にもトワプリにもブレスオブザワイルドにもあります。ゼルダゲームの薄いネタバレがあります。敏感な方はお気をつけください。今回は僕の過去動画でサムネイルに選んだ部分についてお話ししていきます。まずこんな感じで進めていきますという例を挙げます。皆さんの考察材料にお使いください。考察視点の風のタクト7。左が風のタクトに登場する神の塔のボスゴードンの手、右はトワイライトプリンセスに登場する影の宮殿でソルを守っているスフィアマスターです。色こそ違いますけど、大きさ、指紋部分が丸い渦のようなマークがあるところが似ていますね。関連は分かっていませんが、ちょっと前に投稿した動画で影の宮殿と神の塔の壁の迷路のような模様の共通点についてお話ししましたよね。この2つの場所は何らかの深い関連があると思っています。ゆっくり調査中です。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。このお話だけちゃちゃっとさせてください。もうすぐ来る薬剤の目視録ダウンロードコンテンツの本格始動と E32021 で発表されると予想できるブレワイ続編の情報に期待が高まり、薬剤の目視録を遊び始める人が増えてきていることと思います。過去に薬剤の目視録のマップ達成率 100% を目指す人のためのアドバイスを詰め込んだ動画を投稿していますので、マップ達成率 100% を目指している方はそちらを参考にしていただければと思います。結構長い時間解説しています。動画説明欄に貼っておきます。それでは本題いきましょう。考察視点のスカイウォード3。ブレワイの方はシーカーストーンをはめ込む台座の表面に描かれた点を曲線で結んだ見た目のパネル部分です。スカボの方は封印の神殿の中央奥の扉に描かれた模様です。文字なんでしょうか。説明がないので全く分かっていませんが、この2つとても似ているので同じものなんだと考えています。シーカー族に関わる何かですかね。適当ですみません。この封印の神殿の管理をしているのがこのおばあさんですね。このおばあさんが誰なのかご存知の方はなんとなく関連が分かってくるかと思います。考察視点の風のタクト2。風のタクト作中に風を操る風神、雷神という風神雷神がモデルと思われるカエルの姿をした神様が登場します。その風神が左のカエルですね。一方ブレスオブザワイルドにもシーカー族の村、かかりこ村などカエルの石像が至るところにありますよね。お供え物をするやつですね。シーカー族のモデルはもちろん忍者かと思うんですが、その忍者と関わりの深いガマというカエルが乗り物として伝わっていますよね。関連はよくわかりませんが、ガマの石像の目と体型が風神とよく似ています。風神は風のタクトの世界線のシーカー族と関わりがあったのかもしれませんね。薬剤の目視録例のマーク。薬剤の目視録のアストル、ローブのゲルドマークについてトワプリの砂漠の処刑場の中ボスゴベラの剣及びベリアントのローブのマークと時のオカリナのファントムガノンのマントのマークと似ている点がかなり多いといったことを話した動画ですね。未だに謎ではありますが、アストルはゲルド族の王族だけが身につける首飾りをつけていて背中にゲルドマーク、ファントムガノンについては言うまでもなくゲルド族と関わりがあり、ベリアントが封印されているのは砂漠という3者ともゲルド族と関わりが深そうな人物です。こちらも少しずつ調べていってます。考察視点の風のタクト6。ブレワイのチェリーちゃんことシーカーレンジですね。左の画像は神の塔出現前に宝珠をはめ込む3つの石像のうちの1つです。横長の楕円な顔の輪郭、頭の上、顔両側の耳の部分に突起がある点など結構似ていますよね。この石像のモデルはおそらくディン、プロル、ネールかと思われますけど、頭の渦を巻いたところとかがテトラにも似ているんですよね。関連は分かっていません。考察材料を置いておきます。というわけで別と切りますが、今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。